皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは、日本語のつなぎ言葉、英語で言うと filler wordsって呼ばれるやつですよね。これについてお話ししていこうと思います。英語でも like, you know とかそういったfiller words を使う方もたくさんいると思うんですけど、日本語でも同じようなものがたくさんあります。そしてこれを使うとより自然な、めっちゃナチュラルっぽい日本語の会話というか話し方になるかなと思います。やっぱり使いすぎは良くないんですけど、ちょっと話というか言葉が出てこないとき、ちょっと何言ったらいいかわからなくて詰まってしまっているとき、そういったときに日本語のつなぎ言葉で文章をつなげることができると、よりナチュラルになると思うので、知っていて損はないかなと思います。なので今回は約10個のフィラーワード、つなぎ言葉についてお話ししていこうと思います。ではまず一つ目は、です。これは本当によく使います。文章と文章の間で言葉がうまく出てこないときだったり、少し考えているときに使います。そうですね。みたいな感じで、もう本当にいつでもどのタイミングで使っても違和感はないです。あともう一つ、excuse me みたいな感じで誰かを呼び止めるときにも使えます。すいません、これ落としましたよとか、ちょっとすいませんみたいな感じで、すいませんを組み合わせるとよりネイティブっぽく、日本人っぽくナチュラルに聞こえるなと思います。では次、そのです。これもと似ていて本当によく使うつなぎ言葉だなと思います。文章のどこに入れてもおかしくない自然な言葉だと思います。これは特に言葉が詰まっているとき、あまり流暢にスラスラ出てこないときにそのを入れるとすごく自然になると思います。昨日話した件なんですけど、みたいな感じで文章を始める前に入れるとすごくナチュラルになります。では次3つ目はです。これは本当によく聞くと思います。例えば、では今から日本語のポッドキャストを録音していきます。そうですね、みたいな感じでめっちゃ使う人はめっちゃ使うし、無意識のうちに出てしまっている言葉だなと思います。一つ覚えておくっていうなら、これをおすすめします。これは本当にみんな使ってる、ナチュラルに使ってる言葉だなと思います。では次はこうです。これもすごく使うんですけど、こうはなんか感情を説明してるとき、動きを説明してるとき、自分でボディーランゲージとかジェスチャーとか体を使いながら何かを説明しているときに出てくるよく使う言葉かなと思います。例えば昨日ジムに行ってさ、なんか走るマシンあるじゃん。こんな感じで、っていうのは何かを説明しているときに言葉がうまく出てこないから間に入れるフィラーワードかなと思います。そのとかとかと一緒に使えて全然他の場面で使っても問題はないんですが、このっていうのは特にその動きを説明しているとき、自分の感情を説明しているとき、話しているときによく使える言葉かなと思います。次の言葉はです。これは考えているときに使える言葉になります。例えば友達が今日の晩ご飯何食べたいって聞いてきたら、何でもいいかなというふうにちょっと考えてるときに使える言葉になります。このを使いながら考えるとすごくナチュラルに会話ができるし、考えている感じも出せます。実際に考えていなくても
そうやなって言うとすごく考えている雰囲気が出ます。なので日本語で何か質問された時に答えはすぐに出ないからちょっと考える時間が欲しいっていう時、そういう時にそうですね、そうやなみたいな感じで言ってみてください。で次、そうですねです。これはさっきと一緒に使ったんですが、これも考える時によく使います。そうですねという感じに使います。あとこれは相手の言った意見に同意する風にも使えます。そうですね、それもいいですね。とか、何か今日ピザ食べに行きませんかっていう質問が来たら、そうですね、それもいいですね。という風に使えます。そうですねは同意するときに、なんていうんですかね、ビジネスシーンとかでも使えるし、すごく丁寧なんですけど、堅苦しい印象は与えない。とってもナチュラルに使える言葉だなと思います。なので、何か同意したいとき、相手の意見に賛同したいときに、そうですね、というふうに使ってみてください。あとは考えるシーンとして、一緒に、そうですね、というふうに使ってみてください。では次、なんかです。これは私もめっちゃ言ってます。めちゃめちゃ言い過ぎて、録音でちょっと編集してカットする時もあるんですが、なんかは若い人が使っている印象があります。40代、50代とか、それ以上上の方が使っている印象はほとんどなくて、10代、20代の方が多く使っているイメージです。なんかは、文章、またこうって言ってるんですけど、なんかは、ちょっとニュアンスで話すとき、そのはっきり主張しないときとか、自分の中で考えがまとまっていないとき、まだ白黒はっきりつけられないときに、なんかっていう言葉を挟むと、少し柔らかい印象になったり、意見を主張しすぎない印象になります。例えば、今日仕事忙しくなかったのになんかめっちゃ疲れた、みたいな感じで使えます。なんかは皆さんの年齢に合わせて使うといいかなと思うので、今すでに40代、50代っていう方はあまり使わない方がいいと思います。なんかちょっと若い子供っぽい印象を与えてしまう場合もあります。なんですけど、10代、20代、30代とかだったら使ってる方もたくさんいるので、間に挟んでしまっても、文章の間に挟んでも問題ないと思います。これは年を取ると使わなくなるのか、それとも最近出てきた言葉なのかはちょっとわかりませんが、多用しすぎると少し子供っぽい幼稚な印象を与えてしまうので、使いすぎには注意です。でも私個人的にはすごく使ってしまってるなと、毎回そのポッドキャストを聞き直すときにめちゃめちゃ思います。なので私も気をつけないとなと思う言葉です。では次の言葉はまあです。これは一旦とか一応とりあえずみたいなニュアンスで、何かの前置きとか、あとは言い訳っぽく言うときにも使えます。英語だと well とか I mean に近いかなと思います。例えば、まあそうね、しょうがないねとか、まあそういうこともあるよなとか、そういった時に使えます。これ個人的には私も結構使っているなと思います。一応意味としてはそういうとりあえずとか一旦っていう意味もあるんですけど、私個人的にはあまり意味なく文章と文章の間に入れてしまってるなと気づきました。なので今も本当に今も言ってしまったんですけど、あんまり意味ない時もあります。ただそのフィラーワーズとして言ってしまっている時もあるんですけど、ニュアンスとしてはちょっとしょうがないよね、仕方がないよねとか、とりあえずこうしておこうみたいな時に、じゃあ今回はそうするかといった風に使えます。では次、ラストですね。次はです。これは先ほど紹介したと似ていて、使う時もほとんど同じです。そうですね。の時にに置き換えることもできます。なんですけど、との違いが一つあるとすれば、それは、
の方が少し子供っぽく幼稚に聞こえます。なので私の印象としては子供とかティーネイジャーぐらい10代の子がよく使っているイメージです。それが大人になるとに変わってくるという印象です。なのでこれを聞いてくださっている方で今はまだ10代とか若いっていう方はって言っても問題はないんですが、30代40代とかの場合はを使うことをお勧めします。今回は日本のつなぎ言葉を紹介してみました。皆さんが聞いたことあるものもあったかなと思いますが、何かこれ知らなかった、こういう意味なんだという学べた言葉もあったらなと思います。どの言葉も日本人は本当によく使っている、つなぎ言葉なので、皆さんもこれをうまく文章の中に組み込むとすごくナチュラルに自然に日本語が話せるなと思います。ですがやはり日本語に限らずどの言語でも言えることだと思うんですが、使いすぎは注意です。やはり使ってない方がもっと賢くというか、自分の言いたいことがはっきりしているように伝わるので、特にフォーマルな場では使いすぎは禁止ではないですが、できるだけ控えた方がいいです。なんですけどやっぱりその人間なのでね、言葉に詰まることもたくさんあると思います。言いたいことが出てこないっていうこともあると思います。そういった時に、このとかとかそうですねみたいなフィラーワードを使ってみて、より自然なナチュラルな日本語を話してみてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこの動画をサポートしたい、もっと応援したいという方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。お待ちしております。そしてすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。動画をこれからも作り続けていくためのサポートになっています。本当にありがとうございます。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。